皆さんこんにちは、アンリです。今日は日本の AI が外内の両方から同時に押し上がった週末を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。5月7日から9日にかけての日本の AI 関連ニュースを並べてみると、ちょっと珍しい現象が起きていました。米国の商務省、ソフトバンク、ソニー、TSMC、トヨタ、アーム、東京大学、ヤフー、これだけのプレイヤーがそれぞれ別の話題で動いたのに、見出しはどれも AI でつながっていたんです。耳務省は日本企業に AI 輸出への参画を要請。ソフトバンクは国産 AI サーバー量産を協議。ソニーは TSMC とイメージセンサーの新会社。トヨタは決算でウーブン ×AI を公開。アームは利益プラス 49%。AI が東大理科さん類に首席合格。ヤフーはコマースエージェント構想を発表しました。このニュース、実は単発の出来事ではなく、日本 AI の外と桑尾のでお追製造教育株式小売が同じ週に動いたことに意味があるんです。なぜなら、これまで日本 AI の話題は政府の補助金や国産モデルの公開といった内向きのテーマか、もしくは米国大手の輪に入れるかどうかという外向きのテーマかのどちらか片側に偏っていました。今週は両方が同時に動いたんです。日本の AI ってどこにいるの？世界から見て遅れているの？それとも追いついているの？と思われていた方に、その答えのヒントが見えてくる節目です。今日はまず米商務省の日本要請、次にソフトバンクの国産 AI サーバー、続いてソニーと TSMC の新会社、トヨタとアームの決算、そして東大理産への合格とヤフーの新しい外部体験を順番に見ていきます。ではセクション1、5月8日の某商務省による AI 技術輸出に日本企業参画要請です。米商務省は対中国対ロシアを念頭に置いた AI 関連の技術輸出スキームへの日本企業の参画を正式に要請しました。報じたのは日経5月8日朝刊です。これが意味することは大きいです。これまで AI 半導体や AI モデルの輸出規制は米国が単独で枠組みを作り、それに日本や欧州、台湾、韓国がついていく形でした。今回米国が日本企業よ、一緒に枠組みを作ろうと呼びかけたわけです。経済安全保障の現場で日本の AI ベンダーや半導体製造装置メーカーがルール作りの側に座る可能性が出てきました。一方で米国側の意図は対中圧力を強める枠組みに日本企業を組み込むことなので、日本としては中国市場を捨てる選択を迫られる可能性があります。 NEC、富士通、ソニー、ルネサスエレクトロニクスといった日本の主要 AI 関連企業はこれからの数ヶ月で米国側の枠に入る中立を保つのどちらかの選択を求められます。日本 AI の外向きレイヤーで、これは2016年の最大級の出来事です。続いてセクション2、ソフトバンクのメイドインジャパン AI サーバー検討です。日経が5月8日に報じたのは、ソフトバンクが NVIDIA、フォックスコンと国産 AI サーバーの量産を検討しているというニュースです。最初は外部部品の組み立てから始め、10年以内に全製造工程を国内で内製化する計画です。これが実現すると AI サーバーの製造拠点が米国、台湾を中心に組まれていた現在のサプライチェーンから日本も中核国として加わることになります。アームが1座付加付きで純利益プラス 49%、売上プラス 20% という過去最高の四半期決算を出し、株価が1ヶ月で約 60% 急騰している今、ソフトバンク G は ARM の設計プラスソフトバンクの製造という日本主導の AI インフラ構造を組もうとしているという解釈もできます。NVIDIA にとっても米中対立の中で
台湾依存リスクを下げる選択肢として日本拠点は魅力的です。ワックスコンはすでに米国、メキシコ、インド、ベトナムでデータセンター部品の組み立てを拡大しており、日本拠点が追加される形になります。日本の電気、半導体、素材メーカーにとってここからの数年で受注が積み上がる地盤が整い始めたということです。次にセクション3、ソニーと TSMC のイメージセンサー新会社、そしてトヨタの決算です。ソニーは5月8日、TSMC との間で次世代イメージセンサーを共同開発・製造する戦略提携と合弁会社設立を発表しました。あっとソニーセミコン JP の公式投稿は1632ライクスを集めました。イメージセンサーはスマートフォンのカメラから自動運転車のセンサーまで AI が見る入り口を担う基幹部品です。ソニーは世界シェア1位、TSMC は半導体製造世界1位。この2つが組むことで AI 時代の目の供給網が日大主導で固まる絵姿です。同じ5月8日午後2時、トヨタ自動車は2026年3月期の決算説明会をオンラインで開催し、直前にウーブンバイトヨタが掛け算を加速する AI 技術と仕組みを公開しました。グループ5社の AI ソフトウェア人材育成方針も強調されました。掛け算は4月29日に発表された AI を掛け合わせる開発基盤の名称で、自動運転交通事故ゼロのウーブンシティと連動しています。ハードウェアの覇者だったトヨタがソフトと AI で再武装する宣言を決算と同じ日に出してきたわけです。アームは純利益3億1300万ドルプラス 49%、売上14億9000万ドルプラス 20% で四半期過去最高。5月11日のソフトバンク G 決算前夜の主役です。日本の製造業の屋台骨が AI の追い風を受けて1四半期で過去最高を更新している。これが内向きレイヤーの数字面です。セクション4、東京大学理科三類の入試に AI が首席合格したという研究結果です。日経が5月8日に動画で報じたのは、汎用 AI が東京大学理科三類、つまり医学部進学コースの入試問題で首席相当のスコアを叩き出したという研究結果です。一方で医力には依然として課題が残ると指摘されています。これは4月28日に話題になったチャット GPT5.2 シンキングの高田入さん合格と同じ系統の話ですが、今回は研究ベースで読解力が最後の壁と踏み込んだ点が新しい角度です。教育の現場では医学部入試の延長線にある臨床医試験、司法試験、税理試験、公認会計士試験などがこれからの数年で順番に AI に突破されていく可能性があります。IREX というホーム AI は5月施行の民事制度、つまり民事訴訟手続きの IT 化に完全対応した形で正式リリースされ、弁護士の統合 OS、つまり相棒を標榜しています。汎用 AI が入試で首席合格、特化 AI が事業の現場でツール化、この2つの動きが同じ週に同居しているのが2026年5月の日本です。教育と職業の選択を考えるご家庭にとって見過ごせない節目です。最後にセクション5、Yahoo のコマースエージェント構想です。LINE Yahoo は5月コマースエージェント、つまり AI が怪物体験を変える構想を発表しました。Yahoo Japan アプリの AI ピックアップ機能と連動します。前日の5月7日に発表された MUFG カビー、MUFG 三菱 UFG 銀行と Google のエージェンティックコマーススラッシュエージェンティックペイメンツ金融基盤と並べると、この週は日本のエージェントコマースが金融と小売りの2本柱で同時に立ち上がったことになります。買い物の場面ではこれが欲しいと思った瞬間に AI エージェントが最適な商品を選び、価格を比較し、決済まで自律的に進める世界が Yahoo アプリの中で具体化していきます。さらにみずほ FG はソフトバンクと提携し、低付加価値業務を最大 50% 削減を目標に掲げ、 NTT データは2026年度中に AI ネイティブ開発を導入。サイバーエージェントは広告運用で2分リポート、2027年に完全自律化を目指しています。
日本 AI の内向きレイヤーが外資依存ではなく日本企業同士の組み合わせで広がっていく姿勢が見えます。外では米商務省と組み、内では国産連携で広げる。これが今週の日本 AI の位置取りです。まとめます。5月7日から9日の3日間は米商務省が日本企業に AI 輸出参画を要請、ソフトバンクが NVIDIA Foxconn と国産 AI サーバーを協議、ソニーが TSMC とイメージセンサーの新会社、トヨタが Woven×AI を決算で公開、アームは利益プラス 49%、汎用 AI が東大理産に首席合格、ヤフーがコマースエージェント構想を発表、と日本 AI の製造試験外交株式教育小売が同じカレンダー週に動いた節目でした。日本 AI が外と内の両方から同時に押し上がっています。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で